はいどうも、ダウギターチャンネルの山本です。動画のですね、後編をなるべく早く出そうと思っていたんですが、こんなに時間がかかってしまいました。大変申し訳ございません。ではですね、早速後半行ってみましょう。どうぞ。はい。では、ドラム、キーボード、ベース、ギターの簡単なデータを作ってみましたので、こちらをもとにですね、解説していきたいと思います。前回の動画でもお話ししたように、ハリオンソニック SE はマルチティンバー音源といって、一つ立ち上げると16個の音色が使える音源となっています。まずはですね、ギター以外のハリオンソニックだけで作った方の音源の音色を聞いてみてください。はい、という感じになります。で、出来上がったデータをミックスダウンするには、それぞれのパートをエフェクト処理する必要があるんですが、元々のハリオンソニックの設定では全て同じ出口から出てきてしまいます。ですので、それぞれのパートごとに出口を分けてあげるパラアウトという手法が必要になってくるかと思います。もちろん、ハリオンソニックの中でも、エフェクトはかけられるんですけれども、パラアウトしてしまった方が、自由度や、音の品質などは高いかと思いますので、ぜひですね、パラアウトを覚えていただくといいと思います。はい。では、パラアウトをやっていきたいんですが、まずはですね、ハリオンソニックの上の方にあるこのミックスというボタンですね。これを押すとミックス画面が開きます。こちらの方で、音量の調整や左右のパン、あと、ハリオンソニックの中のエフェクターに送る、送り量なんかが調整することができます。で、右端ですね。こちらがアウトプットの欄になっています。メインが1番と考えますと、アウトの2、これが2番ですね。で、今、キーボードに関しては2つ同じところから出るようにしてありますので、どちらもアウトの2を設定しています。で、ドラムをアウトの3にしてあります。こうすることで、自動的にですね、ハリオンソニックのアウトが増えるようになっています。で、どこを見るかというと、今もうね、名前の方をベースに変えてしまっているんですが、これがハリオンソニックが最初に立ち上げたところですね。ここの下矢印を押すと、こういうふうに3つ今分けたアウトが現れるようになります。で、今回もう名前を付けてしまっているんですが、これ名前自由に変えれますので、わかりやすい名前をですね、それぞれ付けてあげるといいと思います。で、今、ベース、キーボード、ドラムという感じで3つ名前を付けてあります。で、これでここに音色がそれぞれ、バラバラに出てくるという風になっています。で、例えば、ドラムだけを鳴らしてみると、このドラムのところのメーターだけが上がりますので、ちょっと見てみてください。はい、ここのメーターが上がってますね。ここにドラムの音色がアウトされているということですね。同じようにですね、キーボードの音色をソロにすると、ここのメーターが上がるようになります。はい、このようにそれぞれの音色が、それぞれのアウトに出力されるという風になります。はい、これでそれぞれの楽器にオーディオエフェクトをかけることができるようになりました。では、ここをクリックすると、下にオーディオインサートというのが出てきます。こちらもまたクリックしてあげると、このようにオーディオエフェクトを入れるラックが出てきます。で、今、ヴィンテージコンプレッサーを入れてますので、こちらをオンにしてあげると、これですね。これが今、
ドラムにかかってるヴィンテージコンプレッサーになります。キューベースの付属のコンプレッサーになります。ではですね、ちょっとオンオフして聞いてみましょう。はい、このようになります。はい、では、ベースの方も見てみましょう。ベースの方には今ですね、付属の VST ベースアンプ。こちらと、フリーケンシー、EQ ですね。それと、チューブコンプレッサー。こちらをかけてあります。これもですね、一気にオンオフした状態を聞いてみましょう。はい、このように変わります。はい、このようにしてパラアウトができるんですが、ドラムもそれぞれのパーツごとにパラアウトしたいということがあると思います。で、このハリオンソニックに一つだけドラムトラックを立ち上げてという場合はパラアウトできないんですが、一応ですね、複数同じ、同じじゃなくてもいいんですけれども、ドラム音色を立ち上げて、それぞれをパラアウトすることは可能です。ただし、そうするとですね、データを作成するときがかなりめんどくさくなります。で、というときに、便利なのが、ドラム専用音源になります。そこで登場するのが、付属のグルーブエージェント SE バージョン5ですね。こちらはですね、ここ、クリックしてあげると、いろんなですね、ドラムキット、およびパターンを読み込むことができます。でこちらで読み込んだパターンが、それぞれのパッドにアサインされてますので、パッドを押すだけでドラムが鳴ってくれます。こんな感じですね。で、こちらのデータは画面上にドラッグして展開することもできます。で、このグルーブエージェント SE なんですけれども、ミキサー画面、こちらですね。ミキサーボタンを押してあげると、こういうふうに変わります。で、そうするとですね、それぞれのこのアウトですね。ここが選べるようになっています。こちらでそれぞれパーツごとにパラアウトすることができます。で、こちら選んであげるとですね、自動的にですね、こちら、スネア、ハイハット、タム、シンバルといった具合に、名前の方も最初から入ってますので、非常にわかりやすいかと思います。はい。では次に、ギターのオーディオトラックですね、の取り方をやってみたいと思います。まず、この部分で右クリックをして、オーディオトラックを追加。でですね、インプットがですね、ちゃんとギターがつながっているところを選びます。僕のオーディオインターフェースでは今アナログの10番。こちらにつながってますので、これを選びます。で、構成としては、ギターですので、モノラルでいいので、モノにしておきます。で、名前入れたければ、ここで、エレキギターとして入れて、OK を押すと、はい、ギターのトラックができます。はい、ギターのトラックができましたら、そこに付属の VST アンプラックを入れます。でこちらで、エフェクトの設定やアンプの設定、スピーカーですね。あとマイクの設定などができます。で、こちらで音を作って、弾くんですけれども、
もし自分の音が聞こえないときは、こちら、モニタースイッチを入れてあげてください。そうすることで、音が来ると思います。で、逆にですね、撮り終わった後再生するときは、これを切らないと、聞こえなかったりしますので、お気をつけください。また、ギターを、弾くときね、処理が遅くて、音が遅れてしまっては困りますので、スタジオ設定のオーディオインターフェースの項目から、コントロールパネル。こちらで、バッファーサイズを設定してあげてください。こちらの数字がちっちゃいほど、音が遅れなくなります。ただし、PC の負荷が増えますので、この辺は PC と相談しながら決めてあげてください。はい。では、ギターまで含めた全体をちょっと聞いてみてください。はい、こんな感じになります。ちなみにですね、VST アンプラッグの方は、Cubase Elements からになります。AI などでは、使えませんので、ご注意ください。はい、いかがだったでしょうか。データのパラアウト、オーディオ録音など、思いつくままに、最低限お話をしました。まだまだね、たくさん、機能もありますし、いろいろ便利な機能なんかもあるんですけれども、もうそれも、全部をね、使わなければいけないということではないですので、自分がまず必要なところから覚えていけばいいと思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。